皆様こんにちは。今日は日本酒に対する加熱処理の方法によるいろいろなタイプのお酒のことについてお話をしたいと思います。日本酒は加熱処理しているものが大部分で、一部には生酒といって全く加熱処理をしないお酒もあります。すなわち加熱処理をしているお酒か、全く加熱処理をしないお酒か、まずこの2つに分けることができるわけですね。で、生酒の方は冷蔵庫に入れとかないといけないとか、早く飲んでしまわないといけないっていうような、そういういろんな話題が言われますけれども、これちょっと加熱処理をしないので置いといて、こっちの加熱処理をするお酒について今日はお話をしたいんですが、加熱処理をするお酒はまず2グループに分かれます。1つは2回加熱処理をするお酒と、もう1つは1回しか加熱処理をしないお酒ですね。加熱処理をするにしても回数が違うわけです。2回の方と1回の方。この回数の違いによってそれぞれの役割とか味わいとか保存方法とかそういったものが違ってくるわけです。で、2回加熱するお酒というのが通常私たちがよく目にするお酒で、棚に並んで買って今日何を飲もうかというようなそういうお酒になるわけですね。で、これがほとんど全てのお酒に当てはまると言ってもいいぐらい2回加熱処理をしているものが多いんです。で、残りの1回しか加熱処理をしないというお酒に関して、これがまた2つに分かれるんですね。で、この分かれるのは、その加熱処理を行うタイミングなんです。加熱処理を行うタイミングっていうのは2つあります。この2つというのは、1つにはお酒を絞ってすぐに加熱処理をする。これが1つ目のポイント。そして瓶に詰める直前に行う加熱処理。これももう1つのポイントなんですね。すなわち2回加熱をしているお酒というのは、この両方をやっているということなんです。お酒を絞った直後と瓶に詰める直前です。で、この1回しか行わないものっていうのは、どっちか1個ですよね。すなわち醸造後すぐに加熱をするパターンと、醸造後には行わないで瓶詰め前にだけ行うパターンの2つに分かれる。これで4つになりますよね。生酒と2回加熱をしたものと1回しかしないもの。その1回しかしないものは醸造後すぐに加熱処理を行って瓶詰め前に行わないものと、醸造後すぐには加熱処理をしないで瓶詰め直前にだけ行うもの。こういう4つのグループに加熱処理の仕方によって分けることができるわけです。で、これによって保存の仕方が変わってきます。生酒は冷蔵庫でしたよね。2回加熱処理をしているんですから、これはものすごく安定しているので常温でも置いておけます。ところが、1回しか加熱処理をしていないものはどういうふうに扱えばいいでしょう。ちょっと困りますよね。どっちなんでしょう。最初に行って加熱処理を行ってから瓶詰め直前に加熱処理を行わないもの。これは生詰め酒というんですけども、この生詰め酒は基本的に生酒と同じように扱わなければいけません。というのは、瓶に詰める前に加熱処理をしていないので、冷たいまま瓶に入れるわけですけども、瓶に入れるときに外気に触れますから、生酒と同じ感覚でお酒を扱わないといけないんですね。ですので、生詰め酒には必ずラベルに養冷蔵と書いてます。生酒と同じです。ところが、同じ生という言葉を使ってても、生貯蔵酒と呼ばれる瓶詰め直前にだけ加熱処理をするお酒があるんですけれども、これに関しては瓶詰めされる時に加熱をしますから、瓶の中に入っているお酒は安定しているわけですね。ですので、冷蔵庫に入れなくても大丈夫ですから、養冷蔵とは書いていません。ちょっとややこしいですか？生酒と2回加熱をしたお酒と1回しかしないものが2つあって合計4つある。それによって生酒のような取り扱いをしなければいけないお酒もあれば、生酒とは違って常温でも置いておけるお酒がある。こういうグループに分かれるんですね。もちろん、どんなお酒であっても冷蔵庫に置いておけば、その分お酒の熟成がゆっくり進んでエレガントな味わいの熟成の仕方になってきますから、高温で置いておくよりも、はるかに低温でお酒は熟成させた方がいいに決まっていますので、そのようにされる方が多いと思います。でも、常温で置いといたからすぐに変わるわけではありませんけれども、その温度によって味わいがいろいろ変わってくるっていうのは、これもまた熟成の面白いところですので、これはまた熟成のコーナーをポストを見てください。